はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。自家焙煎を気軽にね、家でできるウィーローストというね、そんな焙煎機をご紹介したいと思います。この軽さ、もうね、これ 1.25 キロぐらいしかないんじゃないかな。すごいコンパクトじゃないですか。これが自家焙煎機なんですよね。もうね、動画を始めたもう14年ぐらい前に、こんな感じのね、なんかホームユースの電動の焙煎機、自動で回んなくて自分で回すしかないみたいなね、温めるだけのものをね、やったことがあったんですよ。そこからあれから14年みたいな、気軽に本当に家でね自家焙煎するっていう感じの位置づけだとは思うんですけど、そのねウィーローストがねどんだけ焙煎できるのかっていうのを今日は試してみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。焙煎したての豆ってやっぱりなんか夢がありますよね。これからコーヒーね始めてみる方とか、家でこんな簡単に焙煎できるんだっていうね、手回しとか直火を使うようなものとか、そういったものもねやっぱりいい面もあるんですけど、今回のウィーローストはね、これだけコンパクトで軽くて、もう気軽に家で焙煎というものを楽しむっていう位置づけのね、コーヒーをね楽しむ道具みたいな、そんな位置づけかと思います。ガイドブックあるんですけど、これねちらっと読んでみたんですけどね、これはこれのこの冊子ね、読み物としても結構面白いなって思います。これからコーヒーをね始めたばっかりとか、そういった方はね本当これ面白いと思いますよ、読み物としてね。1回に焙煎できるグラム数は70グラムということですね。一応ねこの規定、大体こういったね焙煎機っていうのは、その基準に合ったぐらいがいいと思います。もしくはちょっと減らすぐらいがねしっかりと焙煎できると思います。で 70g だと1回だとなんか足りないなって思うと思うんですよ。でそれでねこういったもので例えば 80g とか 90g とかでやってしまうと、結構ね焙煎が前焼けになってしまったりとかうまくいかなかったりするんですね。なのでこの基準 70g というのは基本値としてちゃんと抑えた方がいいと思います。連続の焙煎というのはね、やっぱりさすがにできないということですね。長時間の連続焙煎はダメですよというふうに書いてますね。とにかくシンプル、ボタンが1個しかない。これすごいですよね。ダイヤルと、あとこの押すっていうね、こういった動作しかないので、本当お手軽な感じですよね。こういった豆がついてました。で 70g ね測ってあるものですね。せっかくなのでこれを焙煎したいと思います。今日はねこちらブラジルの豆ですね。こちらを焙煎しちゃおうかなと思います。で、焙煎度合いなんですけど、僕深煎りのが好きなんですけどね、つまみを回すと時間をね設定できるね。3分から25分の間で10秒単位で設定ができるということですね。時間が経つと自動的に冷却モードに入ってくれるということですね。で途中で操作も可能ということですね。もうちょっと伸ばしたければダイヤルを回すと伸ばすこともできるということですね。はい。一応ね基準書いてます。このようにね深煎りはこのぐらいですよ。これは大体の目安だと思います。もちろんね豆にもよって変わるので、そこはね自分でいろいろ試してみるのがいいかもしれないですね。一応じゃあこの基準でいってみましょうか。深煎りが約15分から18分前後って書いてますので、ちょっとこの18分に合わせて、こちらのブラジルの豆を焙煎してみたいと思います。はい、こちらですね、今装着されてますね。はい、これが外れるようになってます。これがね、茶粉がここに溜まるということなんですね。はい、ですね、外しましょう。で、ここロックとかね、そういったマークついてます。これを外してみましょうか。はい、こんな感じですね。ここに、はい、こんな感じで外れるんですね。こんなってるんですね。超シンプル。で、ここに生豆を入れるんですね。いやー、構造自体もめっちゃシンプルですよ。こちらにもう 70g がもう測ってありますので、これ入れていきましょうか。
に入れると大体こんな感じがね 70g ということですね。ではここに設置してきますね。はい、もう結構カチャッといきましたね。簡単。はい、ここをね合わせて、この鍵の開いてるところからねカチャッと開けます。でこちらを装着して、これだけか。わお、簡単ですね。これなんですけども、2秒押すともう電源がつくということですね。つきました。でダイヤルを回すと、ここの表示がね10秒ごとで刻まれてます。じゃあ今回は18でやってみましょうか。押していきましょう。換気扇つけましょうね。はい、でいきます。はい、ということでね、焙煎が終わりました。自動でストップしましたね。で、途中で私ね、冷却モードに切り替えました。っていうのが、豆の具合を見てて、音を聞いてても2ハゼがね、結構進んできたんで、結構進んでるなと入り具合が。だったので、もう冷却機能にもうピッと押してしまいました。例えば、見ていてそうやって自分でこう調節することができるっていうのも、これすごいいいですね。はい、ではね、ちょっとこれ外してみましょうか。これ、熱いかもしれないんで気をつけてくださいね。今そんな持てないほどではないですね。お、こんな感じ。茶封がここにベッとついてますね。ちょっと熱いですね、これはね。さすがにちょっと熱いかな。冷却モード入ってそんなにね長くなかったので、ちょっと熱いですね。これやけど気をつけてください。はい、持ってないほどじゃないので開けちゃいます。はい。はい、こんな感じでね、仕上がりました。どうでしょう、この入り具合。はい、ちょっとね、茶封は少しね、ここ残っちゃってますけど、これはね、例えばこう飛ばしてもらえれば、はい、ちょっと今、うちわでね、ちょっと若干仰ぎましたけど、これ、茶封はね、自分で飛ばしてくれればいいと思います。いや、これ、綺麗じゃないですか、めっちゃ。見てください、これ。結構予想したより全然綺麗に焼けてるな。入りムラもね、かなり少ないように見えますね。皆さんお疲れ様でございました。いや、今日はね、ウィーローストで深入りをね、ちょっと焼いてみました。いや、思ったよりね、ちゃんと焼けてますよ。すごいね、優れてるなと思ったのが、やっぱりこの透明のガラス、これによって中が見えるんですよね、ちゃんと。なので、その色でもちゃんと判断ができる。それはすごい優れてると思います。大体ね、結構見づらいのが多いんですよね、こういったホームユース系のものって。それもちゃんとぐるぐる回って色でね判断もできますし、音ってね、こうハゼの音とかで判断するっていう方多いと思うんですけども、やっぱりどうしてもこうわーっと音がするので若干聞き取りづらいところがあるんですけど、その2ハゼの音とかもねちゃんと聞き取れはしたので、それでも判断はちゃんとできると思います。でさらに言えば、こんなにパワフルだとは思いませんでした。最初ね18で設定したんですけど、ちょっと2分ぐらい早くね、僕も狙った入り具合になってきたなと思ったんで、もう途中で消しちゃいました。消しちゃったというか、冷却モードに移行しちゃいました。なので思ったより全然パワフルだなっていうのがありましたね。途中でそうやってこう切り替えができる。やめようと思ったら冷却モードに移動できるし、もうちょっとやりたいんだったら時間延ばすこともできるし、自分でその途中で調整ができるっていうのはね、すごい便利だなと
思いましたね。ではせっかくなんでもう焙煎したて飲んでみましょうか。なかなか焙煎したてって自分でやんないと飲めないので、それも醍醐味だと思うんですよね。豆とか、そういったものによっては 2,3 日後の方が美味しいっていうのもあるんですけど、ぜひねこういったウィーローストを手に入れた方なんかは焙煎したてっていうのも、自分でねやったものを飲んでみるっていうのもね、コーヒーの楽しみの一つだと思います。ではちょっと入れてみましょう。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はねウィーローストで自家焙煎して焙煎したてのものをドリップをして飲んでみたいと思います。いやー、これはね最高の贅沢だと思いますよ。いただきます。美味しい。いやね、自家焙煎の醍醐味ですよね、この焙煎したてを飲むっていうのはね。でもう少しね 2,3 日経ったぐらいがもっと落ち着いてくると思うんですけど、この豆美味しいですでしっかり焼けてます。生焼けってことないですよ。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS ブログなんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。Enjoy!